い、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやー、マジでよかった。先週のね、お花見動画でも皆さんにお伝えしてた通り、行ってきましたよ。ライジン福岡大会。マジで神工業やった。やばかった。見てください、これ。ライジンの公式グッズのトラックジャケットも買っちゃいました。これ、T シャツももちろん買ってます。いやーもう大会の試合自体もすごい良くて、オープニングファイト4試合で本戦が12試合から合計16試合かな見てきたんですけど、ほんと燃え尽きましたよ。多分今までの人生の中で一番叫びましたね。おい、うわ、いや、アップで。マジ？おい、うわ、よっしゃー。いけ。うわ、打ち合い。よっしゃ、バックや。肘。おー。はい、ということもあって今ね、喉の調子はもう最悪ですで今回座席もアリーナ席の12列目っていうもうケージからかなり近いところの席を取ったんで、もうすぐそこなんですよ。だからもう迫力がやばすぎたし、何より音ですよ、音。今までずっと映像で見てきたんで音の凄さっていうのは分からなかったんですけど、リアルの会場やとキックとかのパチーンっていう音、もう鉄砲撃たれたんちゃうかってぐらいパーンって言うんですよ。それとかグローブで思いっきり殴った時ボフっていう音ね、すごいですよマジで。でも KO 決着した試合なんてもうお客さんが一気にうわーって雄たけび上げるんで会場が揺れるんですよ。いやーほんまに貴重な経験させてもらいました。もう格闘技観戦でしかあんなにアドレナリンとかドーパミン出せないもんはい、とにかくね楽しかったです。ちょっともうこれ汚してないんでもう一回着替えてきます。はい、投手もねみなぎったということで、今週からまた古民家再生頑張っていきましょう。はい、で、今週やる作業がですね、2階寝室壁も天井もですね無事石膏ボード貼れたので、ビス穴そしてボードの継ぎ目をですねパテ埋めしていきたいなと思います。パテ埋め自体はねそんなに難しい作業じゃないんですけど、15畳分の壁そして天井のねパテ埋めなんで、びっちり1週間かかると思うし、なかなかね大変になるんちゃうかなと思ってます。はい、ということで今週も作業頑張っていきたいと思います。やっていくね。オッケー。ほんならまずちょっとパテ埋めをしていく前にしっかりビス止めしていこうか。今ボード貼れてるんですけど、このようにですね、端にしか止めてないんですよ。仮止め状態みたいな感じですよね。この間とかもちゃんとね、ビス止めしていきたいと思います。かなりの数よこれパテ埋めのこと考えたら怖いわ。この面とこの面で下地を入れてるピッチが違うんやな。こっちは一尺ピッチ、こっちは一尺五寸ピッチやねんな。もう次から全部一尺五寸ピッチでいいな
オッケー。壁はいけたね。ほんなら天井も入れていかなあかん。これ天井のパテ処理はめっちゃ大変やろな。継ぎ目がめちゃくちゃ多いから。オッケー。全部ビスついた。で、ここから最終ですね。ビス飛び出してるところがないか最終チェックをせなあかんのよね。まあ例えばこういうところをこうね触って飛び出してるところがあったらこうちょっとこう入れてあげると。あんまでも深く入れすぎたらそれはそれでねビスが効かなくなっちゃうんで、だいたいこのボードの面から1ミリ入るぐらいでいいと思うんですよね。まあこれがね結構地味な作業なんですけど大事なんですよ。本当にねちょこっと飛び出てるだけでもクロス貼った時に目立ちますからね。よし、これでパテ処理の下準備は完璧です。やっていこうか。ほんならパテね。やっぱり漆喰がいいかな。はい、またちょっと計画変更です。2階の寝室の壁、そしてね、天井は全部ね、クロスを貼ろうかなと思って、まあこんな感じでね、実はパテ処理も進めてました。はい、先ほど、この1面だけでもパテ処理終わってるんですけど、やっぱり考え直して、クロスじゃなくて、漆喰がいいかなと思いました。まあこの壁材、何にしようかっていうのはね、ずーっと正直決めかねてたんですよ。クロスって、種類が多いじゃないですか。だから、おしゃれさで言うと、まあクロス一択かなと思ってたんですけど、施工のしやすさっていう観点から、漆喰の方がいいんですよね。僕自体もやっぱもう漆喰、まあ、左官作業っていうのは向こうの吹き抜けのところでも散々やってきたんでもう慣れてますし、そんなクロスほど苦労せんのちゃうかなと思ってたり、あとはやっぱり漆喰やったらそれこそ調湿効果、消臭効果、あと防カビ効果とか、やっぱりクロスよりも機能面においても優れてるんですよね。でやっぱり漆喰にしようと思った一番の決め手はですね、この天井なんですよね。この天井、とにかくボードの継ぎ目が多くて、パテ処理がすごい大変なのと、やっぱりね、真ん中にドーンと針があるんで、これに合わせたクロス針っていうのも、おそらくすごい難しいと思いますし、なので施工のしやすさ、機能面、あとはうちの部屋のデザイン的にもね、針があるんで、すごいね、漆喰が合うと思うんですよね。こういったね、相対的な理由をもとに、やっぱり、漆喰にすることを決断しました。漆喰もクロスほどね、種類はないにしても、色の使い方だとか、あとは塗り方、要は模様の付け方次第では、いろんなね、個性出せるんちゃうかなと思ってます。壁材ってクロスにしろ、漆喰にしろ、一度やったらそうそうやり替えるもんじゃないんでね。だから、すごいね、最後の最後までね、優柔不断で決めかねてました。クロスはクロスでまた、どっか他のところで使う時が来るんちゃうかなと思ってます。はい、ということでそうと決まれば、今回は、下塗りだけでもね、一気にバーってやってしまおうかなと思います。はい、ということで早速もう切り替えてやっていきましょう。はい。うわー、これめちゃくちゃ威力あるわ。以前使ってた集塵機がね、だいぶもう限界を迎えててですね、今回新たな集塵機買いました。で、この集塵機ね、僕がいつもよく行くホームセンターで買ったんですけど、なんとね、元々の定価が 12,800 円するんですけど、50% オフの 6,400 円で買いました。よいしょ。
めちゃくちゃいい買い物できた。でまあなんでねそんなお得にね買えたかというと、まあそのホームセンターね、本当に僕がよく行くホームセンターなんですけど、4月末でね閉店しちゃうんですよ。で閉店セールでこれ 50% オフやったんですね。まあねこれ安く買えたら嬉しい反面、もうほんまにそこが閉まるのがショックすぎて、いや本当になんかこう自分がよく行くお店が閉店しちゃう時って本当に寂しいですよね。まあ、そこのホームセンターに関しては本当にね僕よく材木とかいろんな建材をね買ってたんで、ある種そこがあってくれたおかげでこの家が再生されていってるみたいなところもあるんですよ。だから本当に寂しい。まあでもね閉店セールでいろんなもんが安く売ってたんで結構ね買っちゃいました。よいしょ。ほんならやっていきましょう。またこれねうまく塗れる、はい、これの下塗りをね、これを全体的に塗っていこう。これが一番塗りやすい。まあ今回漆喰ね上塗り用はこの真っ白なやつを使うんじゃなくて、ちょっと色付きのをね使おうと思ってるんですよ。なのでねそれがどういった色になるのか、それもね楽しみにしていてください。まあこの面に関してはもうすでにパテ埋めしたんでビス穴埋める必要はないですね。ただこっちの方とかまだ埋まってないところを埋めていきましょう。よいしょ。よし OK。 よっしゃ、次はほんならボードの継ぎ目をこちらじゃん、ファイバーテープね、これを貼っていきましょう。よっしゃい OK。 塗っていきましょう。まずここの端からいこうか。漆喰塗りはね毎度おなじみのこの面積の広いコテね、これが一番使いやすいんよ。結構やばいやつです。ああいいわ、塗りやすい。漆喰やとね綺麗にこの針の際の隙間も埋まっていきます。コーキングいらんレベル。オッケー、ここを塗れました。結構時間かかったな。でもなかなか綺麗に塗れたんじゃない？いいね。よし、いいね、綺麗。よし。
よいしょ、オッケー。もう外暗なってるやん。超時間かかんねんけど。待って、服もやばい。ほんで結構これやっぱ使うな。以前の余ったやつはもう使い切って、で新しく用意したやつももう半分ぐらい使ってもうた。よし、ほな次この面ね。で、今回は多分ね、もう漆喰の残りの量的にもこの面で精一杯と思うんですよ。そして思ってたより使うわ。よし、ということでやっていきます。あ、やっぱりワン切りの大変やわ。これ天井はやっぱやばいと思うな。結構ね、力強くギュイッとね、押し込まないとボタ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 落ちてくるんで、意外とね、力いりますよ。で、ちょっとここのコーナーの入れ墨使ってみたい道具がある。じゃん、これ。うまく塗れーるさんの公式アイテムなんですけど、入り墨と出墨を塗るためのこれヘラなのかな。これをちょっとね使ってみよう。こういうことか。ほう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 。こういう感じね。あ、いいんじゃない？あ、いい。おー、結構綺麗になるかも。もう結構。でもこれ疲れますね。これ塗ってる右腕が疲れると思うでしょ。右腕ももちろん疲れるんやけど、これ左腕も疲れます。というのも、ここに漆喰のしとったら重たいんですよ。手首をね、こう曲げれたりしたらね、こう楽なんですけど、基本的にこう曲げたら、漆喰がボトンって落ちちゃうから、こうずっとこう維持してるんですよ、こうやって。これが地味に手首疲れます。ここの垂れ壁、なかなか出墨も綺麗に処理できましたね。いいやん。おー。やばい。もう使い切ってしまった。全然途中やでね。今回はここまでや。中途半端なとこやな。いや、すごいよ。ガラッと印象変わったね。はい、ということでね、今回の漆喰下塗りはね、ここまでとなります。結構ね、時間も使うし、地味にね、腕も疲れたりするんですけど、やっぱりね、漆喰塗りに関しては、我ながらね、うまいと思います。うまいもん。こう近く寄って見てみても、割とこうムラなく、綺麗にこれ塗れてんのよ。こういうね、針の際の隙間とかも漆喰やとすごい埋めやすいですし、やっぱ漆喰にして正解やったなと思いますね。ほんで、これまだ下塗りの段階ですけど、めちゃくちゃ印象変わったでしょ。雰囲気良すぎないですか？実際の上塗りはね、もうちょっとね、色のトーンを落としたようなね、いい感じの落ち着く色っていうのを僕も見つけてるんですよ。それにしたらね、より一層良くなると思いますね。すでに今の段階でもめっちゃいいもん。はい。ということで、今年もやってきました。家庭菜園の季節。やっぱりね、田舎暮らしの醍醐味っていうのは、この家で野菜を育てて食べる。もうこれに尽きると思うんですよ。はい。ということで、やっていきましょう。で、今年はですね、一つ新たに挑戦したいお野菜っていうのがありまして、で、なおかつ、今までにない新たな植え方っていうのも、ちょっと実践してみたいと思ってます。で、まず、今年新たに挑戦する野菜、発表していきましょう。じゃん！こちら、ミニトマト。ミニトマト今までずっとね、挑戦してみたいと思ってたんですよ。で、今回植えるトマトの品種が、トマトジュースでもおなじみのカゴメさんが出してるね、苗。で、一つがアマタン。で、もう一つがプルルン。このね、2種類を一つずつ植えたいと思います。
で、このプルルンとアマタン、それぞれね、特徴がありまして、まずね、このアマタンは、その名の通り、超甘いらしいです。ここにも書いてますけど、すご甘、高糖度って。で、なおかつ、これはね、背丈が割と低いらしくて、ベランダ栽培とかにも向いてるみたいですね。はい。で、もう一つのこっちのね、プルルン。これがですね、もう一言で簡単に言うと、皮が薄いということです。たまにあるじゃないですか。すごいね、皮が分厚くて、果肉だけ先溶けて最後皮が残るみたいな。あれ僕あんま好きちゃうんですよ。だからね、このプルルン薄皮ええやんと思って、はい、選んでみました。で、このトマトたち、どうやって育てるかというとですね、じゃん、こちら、プランターを使って育てたいと思います。うちはね、なんぼでも土地があるんで、地植えせよっていう話ではあるんですけど、ここらはですね、アナグマさんとか、結構ね、害獣も多くてですね、うちの畑の師匠なんかも毎年、アナグマさんとね、戦ってはるんですよ。それ見てね、すごい大変そうやなと思ったのと、今回ね、トマトは初めて植えるということもあって、用意したのがね、二苗だけなんですね。もう二苗だけやったら、もうじゃあプランターでええやんと思って、プランターにしました。これプランターやったらね、最悪アナグマが来たって夜はね室内に入れれるじゃないですか。これぞ一番のアナグマ対策ですで今回ねこの鉢、35型を2つ用意しました。もう贅沢に鉢1つに苗1個っていう感じでね植えていきたいと思います。よし、ほんならまずこのね鉢に鉢底の土っていうかなんか石っぽいな、これを敷き詰めていきたいと思います。大体で一緒。だいたいこんな感じかな。はい、敷き詰めました。待って、めっちゃ日差し強くなってきた。熱っ。で、次がこちら。培養土最高級って書いてるようにね、結構お値段しました。でも元からね、元火が入ってたりだとか、初心者でもね、扱いやすそうですね。お、すごい。やっぱりなんか土にいろいろ混ざってますね。オッケー、おー、いいね。土がふかふかで気持ちいい。よし、ほんならこれで鉢の下準備はオッケー。で、いよいよ苗植えていきましょう。で、トマトっていうのは基本的にね、一本仕立てみたいですね。要は、この一本をずーっと伸ばしていってあげるみたいな。極力こう脇芽とかは取ってね。ちょっと一回、まず、ポットから出して、一旦ね、ちょっと真ん中に置きます。これも真ん中に置きますと。で、ここから支柱を立てていくんですけど、よいしょ。今回はこちら、長さ1500、1m50センチですね、の支柱を使います。で、僕、今回ね、カーメンくんチャンネルさんを参考にさせていただくんですけど、こう支柱をね、3本立てていくんですよ。こういう感じで。このね、1m50センチの長さを選んだ理由にもつながるんですけど、トマトってめちゃくちゃ背高くなるらしいですよ。なんぼでもね、ぐんぐん伸びていって、2メーターとかは余裕で高さいくみたいで、場合によっちゃね、30メーターとかいくやつもあるらしいんですよ。そんな30メーターも伸びられたら困るじゃないですか。なので、このようにね、支柱を3本立ててですね、この支柱に巻きつけて育てていくんですよ。要はね、こう巻くことによって長さをね、稼ぐことができるんですよ。これカーメンくんさんはそれをね、ローリング仕立てって言ってました。うちもね、そのローリング仕立て実践してみたいと思います。ほんで、この支柱を、補強しとってあげると。お互いにこう結んであげてね、こんな感じで。はい、こんな感じ。で、ここからがね、ポイントです。こうね、巻きつけていくにも、こうまっすぐ立てて植えちゃうと、こう苗をね、思いっきりね、ギュイーンって曲げたらなあかんくなるじゃないですか。そしたら、ポキッとね、もう折れちゃう可能性があるんで、あらかじめね、こうもうね、寝せてあげる。こんな感じで、こう。もうなんか元気がなくて倒れてしまってる苗に見えますけど、これがしっかりね、起き上がってくるみたいなんですよね。こんな感じ。はい。こんな感じで、マイケル・ジャクソンのスムースクリミナル状態にしてあげるわけです。で、これを、支柱から麻紐とかで、結んであげて、この子が進むべき道へこう誘引していってあげるわけですよ。面白いですよね。今の段階ではまだ苗がちょっとね、小さすぎるんで、麻紐で誘引する必要はないと思うんですけど、もう少し伸びてきたら誘引して巻いていってあげようと思います。はい。ってことで次は、お水あげよう。で、苗の植え付け時には毎度おなじみのこちら、リキーダス。植物用活力液ですね。
これをお水に混ぜてあげます。これ書いてますね。トマトの尻腐れ症の予防にって。いいね。これ量いらんのよね、あんまり。下から水がジャーって溢れてくるぐらい入れてもいいみたいですね。お、いいですね。そこからじゅわーっと水が溢れてきました。よし、これでトマトの苗植え付けはね完了なんですけど、ここでねもう一手間加えます。皆さん普段卵を食べますよね。でその卵の殻どうしてます？皆さん捨てますよね。その卵の殻捨てちゃダメです。こちら、これ卵の殻、これがですね野菜を育てる上でもすごいねいい役割を果たしてくれるみたいなんですよ。僕も専門家じゃないんでそんな詳しいことはわからないんですけど、これね卵の殻っていうのは主成分がね炭酸カルシウムなんですよ。要は有機石灰なわけなんですね。でそれが、土の酸度とかpHを調節してくれる役割があるみたいなんですよ。植物っていうのは基本的に育てていく上で5大要素がね必要だと言われてるんですよ。まず3大要素、有名なのが窒素、リン酸、カリのこの3つです。この3つが混ぜられたのが888とか言うて肥料で売られてたりするんですけど、それにもう2つカルシウムとマグネシウムを加えた5大要素が本当はすごい大事みたいなんですよ。カルシウムって人間にとっても骨を強くしたりだとかすごい大事じゃないですか。でそれが植物も同様で、カルシウムを与えてあげるとたくましくなるみたいなんですね。だから卵の殻はそういった活力剤の役割もありつつ、それだけじゃないんですよ。さらに虫除け効果もあるんです。この卵の殻がどういったね虫除け効果があるか、今から実際にね実演して皆さんにお見せしたいと思います。この卵の殻事前にねよーく洗って乾かしてます。で量的にはねほんまもう少しあった方が良かったんですけど、後からね追加することもできるので、とりあえず今回はこれでいいと思います。で具体的にどうするかというとですね、これをねこうね潰していくわけですよ。はい、こんな感じで、卵の殻って砕いたらトゲトゲしてるんですよ。で要は虫さんがこの上を歩くと痛いみたいなんです。だから巻き菱みたいな効果があるらしいんですね。ヨトウムシとか、あとはネキリムシ、あとナメクジさんなんかにすごい効果的みたいです。ファラ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 っとこう巻いといてあげるわけですよ。うわ、でもこれ全然足らんな。あと4倍ぐらいあった方がいいな。今日から卵1日5個食うたろ。こんな原始的なやり方通用すんのと思うけど、意外とこれが効果的みたいです。でなおかつ先ほど説明した通り、このね卵の殻がどんどん溶けていったらカルシウム成分が土に浸透していって、この苗の発育にとってもすごいプラスになると。だからマジで卵の殻っていうのは捨てるのもったいない万能な活力剤になるみたいですよ。はい、ということで無事トマトの苗植え付けが完了しました。いやーいいね。また楽しみが一つ増えましたよ。でトマトはねちょうどここのスペースが日当たりも良くていい感じなんで、もうここで育てたいと思います。だから日中は外にこうやって出してあげて、夜アナグマ対策としてもうこの室内にこうやって入れてあげます。はい。でこれからこのトマトのね、発育状況だとかを皆さんにね途中経過でお見せしていきたいと思います。でプランター以外にも、例年同様向こうの方でね、地植えでキュウリとかナスとかいろんなお野菜もね育てたいと思ってます。なので来週は畑の畝作りだとかそういったことをねしたいと思います。あとそれとね、もう庭の雑草がえげつないぐらい伸びてきたんで草刈りもしたいと思います。とこんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。